鉄鎮工房へようこそおいでくださいました。今回は、この四角い 9V 電池をボタン電池が仕込めるように改造したいと思います。9V 電池ってあんまりご縁がない方が多いと思いますが、このようなおもちゃのラジコン送信機やちょっと怪しいアチャラ製の電磁波測定器とかすぐに壊れちゃいましたが、これまたアチャラ製のデジタルマルチメーターの電源として使われています。使用頻度が少ないので、いざ必要になった時には、電池のパワーが随分低下しています。この電池も 7V くらいまで落ちていました。そこで、小さなボタン電池だと、6個直列に配置すれば、9V になるので、なんとか、中身を交換したいと思います。9V 電池の中って、皆さんご存知ですか？もし、ご存知ない方は、多分びっくりすると思いますよ。最近まで知らなかったのですが、9V 電池の中は、1.5V の乾電池が6本入っています。サイズは、国内ではほとんど販売されていない、単6電池。6本直列につなげて、9V にしています。さあ、空っぽになった 9V 電池、このボックスを再利用したいと思います。これは、LR44 ボタン電池、1個11円です。時計とか、温度計、LED ライト、その他、いろんな場所に使われているので、とても使用頻度が高いです。この電池を 9V 電池として使用できれば、使わないときは他の電子機器に転用できるので、新たに 9V 電池を購入する必要はなくなりますね。こんな感じで、すっぽりと収めてみます。ちょっと、電池が暴れるので、3つずつ束ねておきます。これは、木製スケック。これで、ボタン電池のボックスを作ります。片側2枚はブカブカ、片側3枚にして、後から削ることにします。それでは、精密な設計図を描きます。ボタン電池を、9V 電池へ。フリーハンドですが、頭の中は、超精密なつもりです。イメージできてるんなら、設計図なんていらんやん。しかも、寸法入ってないし。まあ、自己満足です。それでは、現物に合わせながら、木製スケックを切り出していきます。そうそう、紙を敷いて、後で掃除しやすいようにします。今回は忘れなかったですね。毎回忘れて面倒な思いをしていました。アクリル板を使って、かっちょよく作ろうかなって思いましたが、この木製スケック、加工が楽なんですよね。ボックス内側のパーツができたので、木工ボンドでくっつけます。ここから、外側にスケックを貼り付けて、徐々に大きくして、9V 電池ケースの内側に、きっちり収まるように加工していきます。同じ作業が続くので、面白くないからちょいとはしょります。ボックス外枠の完成。9V 電池ケースの内側が出っ張っていたので、それに合わせてボックス側面に溝を掘りました。すっぽり収まります。端子部分、とりあえず折りたたんでおきます。ちょっと、角が当たるな。削って修正。こんなもんかな？底板はいらないかもしれませんが、安定すると思うので、ちゃちゃっと貼り付けてしまいます。電池ボックスの完成。電池を入れて、9V ケースに収めてみます。ぴったり収まりました。次に、ボルトや木ネジを使って、いろいろ固定してみます。電極の固定は、木ネジを使ってみます。電池押さえには、M3 の、サラボルトを使います。まずは、電池押さえのサラボルト。
ネジで電池を押さえつけることにより、接触抵抗を小さくすることができます。随分長いですね。ペンチを使って、ちょうど良い長さに切断します。しまった。どっか行った。今、探しています。よかった、見つかりました。切断面がいびつなのでこのままでは使えません。ヤスリで削って断面を整えます。このくらいかな？ちょうどいいみたいです。木に、ネジ溝をつけるので、ボルトの太さよりも細い穴を開けます。ネジの頭が飛び出ないように、穴にテーパーをつけます。いい感じです。ちょっと、内側にささくれができたので、爪切りニッパーで除去します。さあ、電池をセットしてみます。いい具合に固定できて、圧力もかけられます。さて、この電池ボックスと、9V ケースの固定をどうするか？実際に使うときは外れることはないので、別に固定しなくてもいいかな？やめときます。次、電子端子の固定。ここは、取り外ししないので、木ネジを使います。直径、1.8mm なので、1.5mm くらいの穴でいいかな？ちっちゃい穴なので、ピンバイスを使います。この穴も、ネジが出っ張らないように、ドリルでテーパーを、作ります。締め付けて、電池ボックスに固定します。くっつきました。紙、敷いといてよかった。さあ、最後に、電気配線をします。まず、マスキングテープを使って、配線の型紙を作成します。こっちをプラス側にしてみます。電池ボックスの壁を利用して、プラス端子に誘導します。プラス配線の、型紙完成。次、マイナス側の配線。ここは、短いですね。ちゃちゃっと貼り付けてしまいます。こんな感じで、端子同士が接触して導通します。導線の、場所と形が決まったので、くちゃくちゃにならないように、そーっと、慎重に、綺麗に剥がします。導線は、この銅テープを使います。銅テープがイメージできなかった方は、一体何をやっているんだろうと、やきもきされたかと思います。ごめんなさい。型紙を、銅テープに貼り付けて、ちぎれないように、型紙に合わせて切り抜きます。型紙を、慎重に剥がします。電池ボックスに、貼り付け。完成しました。組み立てます。しっかりと、電池が保持されています。電池端子をくっつけて、完成しました。さあ、実
実際に、使えるかどうか確認します。冒頭に出現した、電磁波測定器。ちゃんと使えるみたいです。いかがでしたか？ 9V 電池が欲しいとき、これがあれば、いつでも使えるし、不要なときは、ボタン電池を取り出して、どこにでも転用することができます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。